今日はですね、ここ最近ちょっと恒例になりつつある、私、考案の。あやねさん企画、今日は、この間ね、私の企画の時に、ちょっと、家族の話をしたじゃないですか、子育てとか。っていうのに対してもっと聞きたいとか、っていうコメントがちらほらあったので、俺も読んだかも。翔子さんはすごいねとか、お母さんどんな気持ちで育ててたんですかとか、もっと学びたいとかね。はるさんがお父さんだったからなんじゃないかっていうのもあったけど、そう、どっちかというとお母さんの話が多かった。そうっていう結構聞きたいですっていうのが多く見られたので、もう春家流のね子育て理論を。これだからあれだね、僕らがまた喋っちゃうと僕らの独断場みたいになっちゃうから、あやねさんから質問形式がいい。そうですね。じゃあまずじゃあ一つ目、皆さんがね一番気になってると思うんですけど、2人の子育てに対する方針というか、これは基本ルールだよねみたいなことって何かあったんですか？大きくあったよ。僕らこの話はあんまりしないからあれだけども、基本理念でしょ。俺の考えから言っていい？僕はお客様を迎えるっていう気持ちだった。それはおもてなしをしていこうっていうのは。おもてなしをしようっていう気持ちっていうのは、僕も翔子さんもそうですけど、共通の思いがあって、子育てをする上での生活感っていうのはすごい嫌だったんですよ。例えばかわいいねお利口さんって言いながらも、早く先なさいよとかっていう、落差がすごいじゃない。あれがすごく悲しくなるんですよね、僕は。嫌なんですよ。だったら最初から同じテンションで変わらず楽しい感じにするためには、良い意味でのお客さんを迎える気持ちで子育てしたいよねっていう方針は一個あった。そうですね。それはもう話し合いして、あやねが生まれる前から、妊娠中の時からそれは話してました。1年ぐらいは多分、10ヶ月は間違いなくね、ずっと毎日やってましたね。どのようにしようかっていうのはあった。あとは方針としてはそうだな。怒らない。上から物を言わないとか叱らないのはもちろんだし、夫婦喧嘩はもちろんしない。しないっていうか、見せない。見せない。しないはね。喧嘩はしないけどね、僕らしないんだけど、言い合いじゃないけど、大人のなんていう意見交換はもちろん、もう常にやってるので。やってるけど、それも見てもやっぱり子供って心配しちゃうから、そういう場面を見せない。っていうことはやって。それはもうないですね。一回も見たことない。徹底しましたね、本当に。徹底してやらなかったね。あとはね、これは初めて言うけど、泣かさない。泣くような状況を作らないっていうのを頑張ったの。そうだった。やっぱり歩いてても、抱っこしてって言ったらその瞬間に抱っこしてって悲しい顔するじゃん。そうさせないように、抱っこしてを言わなくても抱っこされてる状況。ずっと抱っこしてあげるとか。だから抱っこしてっていうような要求はなかったの。普通に手乗り文鳥みたいに肩に乗って常にね。そうやって。自営業なので、やはり基本、セッションしてる時はもちろんできませんけど、その時は、翔子さんなり、あとはいとことか姪っ子もね、そうなんです。みんなの手を借りながら。みんなの手を借りながらね、遊ばせたりとかしながら、お父さんが顔を合わせる時、お母さんが顔を合わせる時には、スキンシップは必ずするっていうのを。あとはやっぱり一番どんどん物心つくようになって気をつけてたのが、あれですよね。ながらの子育てとか、ながら対応をしないっていうことは、もうすごく、これは一番私の中では気をつけてます。すごい俺勉強になったのね。これも今初めて言うけど、翔子さんのご飯のあげ方だよね。やっぱり子供ってご飯食べるの遅いじゃん。おしゃべりしながら食べるんだけど、それをね、ずーっと本当に1時間とか1時間半とかかけて毎日ご飯あげてたのね。そうだね。それはね、俺早食いなんで、2、3分で食べちゃう人だから、そんな長いこと滞在できるんだっていう。あと本見ながら僕食事する。そうね、もともとね、はるさんね。そうなんですよ。だからそれはやめましたね。本を見ながらご飯食べるっていうことをすると、やっぱり私より本が好きなんだってなっちゃうから、それはしない。だから一切本見なくなった。で、テレビも食事中はテレビはもう一切見ない。消してましたよね。あと3歳まではテレビ見せないっていうのがいいね。はるさんね、すごくそこ徹底して。徹底して。ながら見をしちゃうから。生まれた時からテレビがあるという状況は、ずっとテレビが流れるから、テレビに支配される。なるほど。で、3歳まで見てないから、急に3歳から見せるってことは、テレビが後から来たことになる。
新しいもの。自分にとって後から来たものだから、自分が選択できる。元からあるものって元からあるものに支配されちゃうんで、それを話し合いをして、3歳までやめようと。だけど、いい DVD とかね。いい DVD とか、本人が気になったものとか。フォレストっていう馬のね、見せてね。ビデオとかね。あれディズニーだったかもしれないね、多分。もう、泣いてたけどね。感動して。いや、かわいそうって言って。この大間さんかわいそうって泣いてる。だから結局あやねってながら見しないじゃない。あ、そうですね。今でもしないです。テレビ終わったら消すでしょ。やらない。これ多分小さい時から見してると、テレビがずっとついてるのが当たり前の人は、ずっとつけてると思う。あやさんは見終わったら消すでしょ。消す。そう。それはやはり僕の中では成功したなっていう感じはあるね。そんな感じかな。楽しかったよ、でもとっても俺は全然苦痛じゃなかった。可愛いなって。まあでもね、本当にそれは多分、特に都内とかはね、近くにほら実家とかない方とかは、やっぱり誰にも頼れる人いないとかなるときついだろうなって思うけど、幸い私たちまだあの頃沖縄だし、本当にたくさんの人があやねを愛してくれて、お手伝い、子育てお手伝いしてくれたから、成り立ったかなっていうのはあるよね。あやねを育てて、もう本当にそれこそお父さんがセッションの時とかは、お母さんがこう、ワンオペみたいな状態になることも多いわけじゃん。っていう中で息抜きみたいなことは、お母さんの息抜きなんかしてた？いや、あやねと会っててから息抜きだよね。あ、そうなんだ。だってそれ以外お父さんと仕事してるんだもん。これが普通の人たちの子育てと違うかもしれないけど、あやねと会ってる時は俺たちの休憩時間だし、癒し時間なの。なるほど。早く会いたいわけ。あとはやっぱ仕事してるんで、その間はやっぱりお姉ちゃんとかね。そうだね。いとことかと一緒に。おかげさまでいとこがいるから。まあでもそうは言ってもたくさん会ってるんだけど、一日会ってるけど、やっぱりあやねと会う時間が楽しいし、刺激的だし、面白いから、あれが息抜きだよね。ある意味そっちでなんかちょっっと切り替えそうそう、調整してた気がする。可愛くてしょうがないから。だって自転車押してて、キャーって三輪車よ。って子供みたいにってやってるじゃん。子供ですか？子供なんだけど、2、3歳で。だけど、バーって海場までついてって、弟しちゃうぞって言った瞬間、おいおいおいって、急に大人みたいになる。あやねの中に時々おじさんがいるんだよね。おおと思って。今までのあなたの子供みたいな会話は何だったのみたいな。子供のふりして。子供のふりしてたのみたいな。マジで怒ってる。そうなの。本当にすごい。特にお父さんにはすごい勢いで怒るのよ。チュッチュンとって、何しとんねんみたいな。そう。本当に。思い出した。面白かったね。あれ、ハム太郎の三人者だったよ。覚えてる。覚えてる。ハム太郎がプープーされるやつだよね。あれで海に連れてって。なんか声低めだったからね、見てドスが効いてるから。3歳児みたいなね、2歳児、3歳児。みたいな。そうだったんだ。そうな。もちろんだからといってこっちがもうごめんごめんごめんって言わないしね。もちろん叱ったりもしないし。やっぱ女の子って面白いんだな。子供嫌いだと思ってたの、お父さん。ね、そうだよね。子供嫌いだと思ってたから、子供どうなんだろうな。でも自分の子供の方が可愛いのかなと思ったんだけども、可愛くて可愛くて。本当よね。あれ子供好きだったんだと思ったもん。勝手に子供が嫌いだと思い込んでたかもしれない。うるさいうるさいと思って。ずっと言ってたもん、私に。そうだったんだ。苦手かもってね。全然もう泣きもしないからね。騒ぎもしないし。そうね。普通の子よりは泣くのも少なかったね。それこそさっき言ってたご飯の話で1時間も2時間も食べる子だったじゃん。とか、あと好き嫌いも偏食がすごかったじゃん。そういうのとかに関してお母さんどういう考えで向き合ってくれてたの？いや、やっぱりちっちゃい時にはいろいろね、変な話、細かく、より細かく、いろんな調理法でやれば、どうにか食べてくれたし、あと、あやね、あの時から、いわゆる、ちゃんと外の顔っていうのを持ってて、保育園ではしっかり食べてくるのよ。あ、そうなんだ。何気に。だから、怒られるからね。そう。あそこはもう、それがあるから、一食そういうのを食べてるから、大丈夫だなと思って、家ではもう、好きなの食べてっていう。あと俺、居酒屋さんもやってたので、居酒屋、その一つのその建物の中に、居酒屋さんとかカラオケ屋さんとか僕、運営してたから、そこに住んでたの。だから居酒屋に連れてって、食べたいもの、食べそうなものを
調理してあげる。だから枝豆とか。枝豆そうね。居酒屋なんで枝豆があるから。3歳の時結構枝豆が大好きだったね。枝豆、鮭も好きだから、枝豆をまあ子供だからね、ちゃんと茹でて、綺麗にね、鮭とご飯と混ぜて食べさせたりとか。いろいろね。あと焼き鳥とかね。そう。焼き鳥も好きだった。渋めのものが好きだったね。なるほどね。で、あとはちょっと、やっぱり物心ついていくと、野菜嫌いだったから。本当に野菜食べなかったね。そう、野菜の代わりに、白米じゃなくて、すごいいろんな雑穀を。そうだね。いつもそれだったかも。少しずつ増やしてって、あ、これ大丈夫。あ、これ OK だ。あ、これちょっとまずかったかなっていうのをこっそりこうやりながら、なんかそれ美味しいとかも聞かないもんね。そう、美味しいとか、なんで食べないのとかね。そう、それ言われたことない。それ言わなかった。あえてそこはもう本当に自然に食べさせてて、残すものはそのままスルーするっていうふうにして、一切批判しなかった。それは、だって結局私たち小さい時にね、何でも食べなさいって言って、まあ強制されたから。好き嫌いしてきたけれども、それでなんか幸せになったことないから、あ、そんな風に多分食事はやっぱりね、楽しく美味しく、それの方がね、なんかこう、体が反応するかなと思って。あれだよね、その見た目が面白いと食べる子だったから、だからお花畑。いろいろね。それで生まれたお弁当。お花畑弁当、お弁当じゃないんだけど、要はご飯を持って、その上にそぼろを入れて、で、人参とか卵とか、こういう野菜系を混ぜて、お花畑みたいに見せて、どうですかっていうのは、高校生ぐらいまで食べてたね。まあ今でも食べてくれるけど、ずっとそれは本当に、まあ野菜少ないけどね、それでもね。食べさせようっていう努力は相当したよね。いろんな工夫はしながら。だけど、なんで食べないのはやっぱり一回も言われたことない。言いたくなかったしね。食べたくないからね。そう。私も食べてこなかったし。だから自分たちが小さい時にされて嫌だったことは、まああやねのためだったらもちろんやるけど、これって親のエゴだよねとか。親の感情の問題だよねっていうことは押し付けたり言ったりはしないっていうのもそこも気をつけてた。なるほど。それは確かに感じますね。小学校1年生かなの時に一時期いじめられた時期があったじゃない、私が。ベランダに閉じ込められたりとか、筆箱盗まれたりとか。なくなったりとかっていうことがあったじゃないですか。そういう時、あやねに対してどういう対応してくれてたんだろうっていうの覚えてなくて、なんかあんまり。その当時の記憶がないんですよ、あんまり私。そのことをあんまり言及しなかった、俺は。あえて知ってはいたけど。まあ、学校に乗り込んで、懲らしめてやろうとはしたんだけど、やめた方がいいよって言われて、子供だから、結局向こうも子供、こっちも子供だし、で、先生に言われたのは、先生に聞きに行ったの。どうすればいいのって先生に言ったら、申し訳ないけど、お宅の子がやるときもあるんですよって。だからどっちもなっちゃうから、こういうのってうまくやんなきゃダメだよねって聞いてから。あとは、あやねをいじめてる子が、家で結構ひどい扱いを受けていじめられてたりとかもあるんで。っていうのを聞いて、それで多分あやねちゃんをターゲットというか、やっちゃってるんだと思いますって言われてからは、ああと思って。なるほど。で、それを、学校には責められない。でもね、やっぱりこう、寒い中、ベランダに出されたまま閉じ込められたりとかやっぱあるし、物もなくなっていくから、そうなった時にやっぱりあやねにちゃんと説明して。でもね、ごめん。俺一回その子に言ったかも。あったの？学校に行った時に、誰なのって、あの子だよって言った時に、お母さんとあやねに内緒で行って、お前ふざけんなよってことは言った。言っちゃったんだ。言った。はって顔になってたから、あやねのお父さんだよ。ダメだよ絶対。わかるよね。はい。なるほどね。それはちょっとやっぱり瞬間的にやらなきゃと思った。止まらなかったから。まあそうだね。お前ふざけんなよとは言わなかったけど、もっとね、もっと子供にわかるようには言ったけど、感じはお前ふざけんなよ。気持ちはね。気持ちは。そんなこと言ってない。そう。だから基本、あやねから聞く、まあね、まさにお父さん言ったように、どこの瞬間を見ていじめって言っていいのかわかんないじゃん。前後知らないからさ。で、子供って自分はこう、私はこうだったのにって、まあ大人もそうだけど思い込んじゃうでしょ。やっぱりやられた側とかは。だからね、そこはやっぱりお互い、いわゆる事情はちゃんと確認しに行かないといけないから、やっぱりなんかちょっと子供が悩んだ時は、学校にまず行く。ほったらかさない。先生とちゃんと話す。で、先生がどうなのかっていうとこ聞く。それ高校の時もやってくれたやったよ。
姪っ子の時も行ったし、あやなの高校の時にも行ったし、私それは、そこはだから親がしかできない部分だよね。お父さんね、授業参観とかね、行くでしょ。テレビ出てる時だったから、芸能人が来たとかね。小学生の時とかね、特にあったよね。あのお父さん、派手。真っ赤なズボンとか履いてくる。真っ赤な服つけてったんですよ、授業参観にね。おかしいよな、俺も。そんな服しかなかったんです。そういうのもあって、あんまり行くと、ちょっとなんか叩かれるのかなと思って。ほとんどちょっと気にはしてたよね。でもほとんど行ったよ。全部行ったけど、遠目にもう、なんか親戚のおじさんみたいな。バレてたね。全然。言うてたよ。その頃一番テレビとか出てたからね。一番テレビ、神奈川で有名だったからね。出てたね。そう、だからやっぱり、あれかな、いじめとかに今でもね、実際そういうので悩んでる方いると思うけど、やっぱり自分だけで抱えるとか、子供だけの話を鵜呑みにするじゃなくて、やっぱり、まずは担任のところに行く。担任で拉致開かなかったら校長先生呼ぶ。っていうところの段階は踏んでった方がいいかなって思うよね。なるほどね。で、行きたくなくなったとしたら、もし学校にね、もう別に行かなくていいって思うし。言ってたと思う。俺も行かなくていいよって、走って逃げろって言ったもんね。そうそうそう。嫌だと思ったらもう走って逃げろって。でもね、行かなくていいよだけでは済まないから、まあ一応親として、子供は休ませて自分はちゃんとできることを対処しに行くよね。話し合ってっていう。そうそう。なるほどですね。そういう感じかな。他は？逆にもし、あやねが誰かをいじめてたとしたら、どういう対応してたんだろうと思って。これ俺言っていいですか？いじめないです。性格的にそんなことはもうありえない。まあね、あやねならそう、ありえないけど、もしいじめちゃう子だったら。見てると申し訳ないけどね、俺はね、自分に起きないことは人に言えない。そうですね。自分のところの子供がそうだから。わかんないことは。ごめん、参考にならないかもしれないけど、僕はね、自分の子供はやらないっていうタイプなんですよ。で、多分、やっててもやらないっていう。だからダメな親です。ダメ親です。強く信じてるってことです。だって自分が信じるんだって誰が信じるのよ。それをね、犯罪を犯しても僕はよくあるじゃん。犯罪を犯したら親が厳しくするとかね。責任取ってきなさいとかっていう親もいるけど、俺も一緒に捕まるよ。っていうことを言ったことある。それはね、なんだろうな。愛だよね。そういうふうに思ってくれる人がいるっていうことがあれば、まあちゃんとしてるんで性格的にね、そんなことはしないけど、本当にこの父親やるわって分かってたと思う。そうですね。ひしひしとね、伝わってましたね。俺は分かんないですね。だからまあ、そこは俺は言えないけど、違う質問。大したコメントできないね。できないな。しょうがない。習い事とかもさ、いろいろやらせてもらったじゃないですか。でもなんか私がもう嫌ってなるタイミングのちょっと前ぐらいにやめなって言ってくれてたけど、それとかも、なんていうんだろう、どういう方針でそうしてたのかなっていうのは。これはね、お母さんがまずね、やりたくないことしたくない人なんですよ。で、だけど、真面目だからお母さんは、最後までやっちゃうんですよ。で、我慢してやるんですよ。で、それはお父さんの時もあって、俺もいろいろ音楽もやってるし、いろんなことするから、まあ、トゥゲーダーしたいでしょ。だからいろんなことをやろうって言うと我慢してやって、最後までやらないってことはないんだけども、ポロッと言ってたらあんま好きじゃないんだよねってことが結構あったのね。で、そこからやはり自分の子供に対しては、そういうことはさせないっていうのは多分僕の反面教師あったと思うんです、一個は。で、もう一つは、やはり、子供が選べない、まだ子供が理解ができないところの部分を押し付けられて、後になって本当はそれが好きになるんだけど、小さい時にトラウマ作っちゃうので良くないよねってことで、二人で話し合い。だからバイオリンとピアノを最初やってて、バイオリンの先生にこの子はすごい才能があるからどうのこうって言われて、親は小躍りするじゃない。おーおーやばいと思ったら、私プレッシャーで嫌なんだけどって話になって、すごい二人で、じゃあやめなって言って。そしたらあやねさんが言ってきたのは、こんな高いもの買ってもらったのに。そうですね。潰しきませんけど、言ってきたから、それは飾ってけばいいよ。お父さんが許可するよって言って。バイオリンと喧嘩するよりいいよって言ったね。そう、音楽ってね。嫌いになるより。嫌いになっちゃうんで。そう。やっぱり、自分がかな。
一番こうされてきて嫌だったことは、自分の子供には絶対やらないっていうお母さんと結構ね、お母さん2人で頑張ってきたんで、いろんなことやっぱりやりたくないことやったよね。浅くやりたい人なんですよ。深くやりたくないけど、俺もオタクなんで、徹底的に深夜の、例えばその音響を勉強するのも音響話から始めちゃうんで、業者かみたいなことを教えちゃうんですよ。コンサートの音響を組んでるものをですよ、夜からですよ、深夜10時ぐらいから全部一緒にばらして並べて、また一から組み上げるとかっていうのをこうやるんです。暇じゃないんですよ。翌日仕事あるんだけど、そういうのは好きなんですから、僕オタクだから、全然大嫌いですよ。とっとと寝たいんですよ。そうです。もうなんか睡眠2時間とかしかないけど、またこれ今からやるっていうような感じだったのでね。だけどやっぱりそこはやっぱりね、オタクさんの考え、ね、そういうところに行かないように最初にやっぱり5、6年経って生まれてきてるから、あゆみさんはラッキーだった。お互いの失敗じゃないけど、俺もエゴになっちゃってたし、彼女も彼女で嫌な部分もあったしっていうのを子供にはじゃあフィードバックしないとこうっていうことができたかね。そうそうそう。じゃあ最後に、前になんかこう自己肯定感の話をした動画があったと思うんですけど、結構前かなに、で私こう話していくうちにやっぱりこう育った環境だなっていう思う部分がやっぱ大きくて、自己肯定感に関しては、それってなんかこう気をつけて育てたことってあるの？ね、そうだよね。俺から言っていい？どうぞどうぞ。あれさ、足遅かったんですよ。足遅くて、走ってってる飛んでる感じ。上にこう跳ね上がる。ジャンプしてる。ジャンプだけ。だけどやっぱり3人でいつも遊んでるから、早い早いってやってるじゃん。その時に、本当に走り競争する時が来たの、保育所の時に。めっちゃ遅くて。で、走ってる本人もびっくりしてて、この時に俺たちこれどうする？どう伝える？って。俺も翔子さんも、僕ら足速い方だから、2人とも。スポーツマンだからね、2人ともね。速いと思ってたの。いや、これ徹底的に行くしかない。徹底的に自己肯定感でいこう。遅いっていうのは絶対言っちゃダメじゃない、本当のことだから。どうやって伝える？どっかでわかるじゃん。自分で気がつくところまでは。気がついてるから、とにかくそこを諦めずに最後まで一生懸命本当に頑張って走れたねっていうところをもうフューチャーして、偉い偉いっつって、なんかそんな感じかな。なるほどね。あとはね、自分の子だから何があっても成功するっていうことを確信してたので、お母さんも翔子さんもそうだと思うけど、自分たちの子だからどの子よりも絶対すごいっていう自信はあったよ。どんな時でも本当良くないことよ。人の子見てうちが可愛いっていうタイプなの、うちは。もうそれで満足して、もう最低ですよ。本当に。でもね、僕ら死ぬほどやりました。そうです。ああとか言って、もうああってね、もう勝ち誇ってました、毎日。本当そうです。でもそれがやっぱりフィードバックされたと思います。なるほど。親バカでいるっていうことね。いやいや、本気の親バカも気がつかないぐらいバカだと。素でやってるから。素でやってるから。計算じゃないから。なるほどね。本当にそこで自分たちのなんていうかな、生きがいだったし、こんなすごい子が来てくれたんだ、こんな可愛い子がいる、もう天使でしょ、この子。っていうところから動かないから、気持ちが。そう。で、なんかその年代に沿った可愛さが常にあるじゃない。そうそうそう。今でもね、本当に、でも可愛いって本当に思うもん。僕が今可愛いからもう女性になったから言えないけど、中学生の時とかやっぱりちょっと世の中的に荒れてる学校には行ってたので、行ってましたね。だいぶあちこち髪もねそういうことになって荒れてましたけど、僕の中ではね今と変わんないんですよ。会話も変わんないし、おいとかおいとっちゃんとか言ったこともないし、ずっとこんな感じだし、逆にその時の方が彼女は僕と LINE で長いことやり取りしたりとか、相談できないことを深夜の10時ぐらいからね、朝方4時ぐらいまでずっと LINE で話をしたりとか、プロのいわゆる、ね、カウンセラーとして相談してくるので、そこは本当に俺も疲れてるんだけど、そこは絶対に待ってとかねやらなかった。もう何時かけてももう呼ばれて飛び出てじゃ間違いない。隣にいるんですよ。隣の部屋にいるんだけど、顔合わせたくないわけですよ。恥ずかしいからね。LINE で相談するっていうのをやってました。でもなんだかんだほら、友達、うちの
家がたまり場だったから、私的にはなんかもう常に、こういう子たちなんだなっていうのは把握してるから。たまり場だったんですよ、たまり場。そう。なんか、あんまりにも、ね、いわゆるすごいぐらいね、外れてったけど、心配はなかったかな。だって周りがもっと外れてるからね。周りの子たちが相当外れてて。琉球豊が来た。私と彼氏で教えて。何時何分何秒。今すぐ当てて。外したらダメだよ。待ってんですよ、俺が終わって戻ってきたら。友達が。とんでもない奴らなんですよ。俺が、お前、態度変えろっしょ、お前。何時何分何秒だよ。オッケー、分かったよーっつって。で、その時が過ぎたら、合ってた方、合ってたさすが言うただね。でも、なんだろう、お父さんにはあったけどね、お母さんには一応ちゃんとね、あれだよね。あの子のこと嫌いじゃないでしょ？そうだよ、柔らかく。あの子の多分、スタイルだ。キャラだったんです。そう。疲れてたんだ。琉球歌だって言われて。でも、としかあやねちゃんのお父ちゃんって言われてた。あやねちゃんのパパって。パパって。一番僕からするとやばい子で、これ絶対抑えないといけないと思って、熱海まで連れてってね。夜から車乗せて。すごい仲良くしてくれた。仲良くして、遊んだんですよ。で、連れてって、ファミレスで話したりとか、ニューヨーク行きたいって言ったら、もうお母さんたちに連絡して、俺が金出すから連れてっていいかって言って、ニューヨークまで2回連れてって。まあ一応、あやねの親友だからね。あやねの親友だからな、全然別に遊んでくれてるんで、うち出しますから連れてきますよ。ニューヨーク連れてって、で、アイススケートリンクで、彼女の前で格好つけて、トリプルアクセルした頭ゴーンって。いつかまた会うと多分ね、はるさんって言ってくれるんだよ。いや、もうね、そうですよ。すごい影響あったね。と思います。でもやっぱり世代でね、可愛い姉さんがいるし、純粋さは変わらないし、真面目だなっていうのは変わらないかな。真面目にグレてましたよね。真面目、そう、本当。ただグレてる意識ないですよ。ないですね、全然。俺たちからすればとんでもないことになった本当ですよ、もう。あれ、普通の親だったら、あたふたしてるよ、きっと。っていう時も常に大丈夫っていう。そう。惜しかったりしたことないので。ただ見張ってるけどね。朝方いなくなるから。もうそうね。だから本当見守るが強かったよね。特に何か言ってくるわけでもなく。ダメとも言ってないし、叱ることもなく。学校の高校を選ぶ時だけ俺言ったかな。そうだね。その偏差値の低い子に合わせていこうとしてたから、それはやめた方がいいよって言ったんだけど、私は友達を選ぶって言ったから、じゃあ俺はお父さん辞めるって言って、一回目で。あったね。じゃあお父さん辞めるって言ったら、やめないでください。私がすぐ帰りますって。すぐ1秒で返してきたんで。あれ1回ぐらいからきついこと。あと文句あったっけ？あったっけか？なんか夜どこか働くとか。はい。昔ね。あったね。2回ぐらいしかないです。だからそれは叱ってはいない。いじけてみせる。いじける。そういうのはお父さんはそうするよ、みたいな。別にやっていいけどって。ね。いじけが一番いいよ。いじける。情けないところを演じる。お父さんはね。お父さんは。お母さんはもう毅然として。お母さんはでも本当に感情的に怒らないっていうのはものすごい気をつけた。自分が感情的っていうのは自分でよくわかってるから、本当に一呼吸では足りないぐらい。もうなんなら、ちょっと一瞬黙って、LINE で冷静になって、っていう感じにしたかな。そうだね。LINE で結構よくやりとりしたよね。したよね。こうバーっとちょっと喧嘩みたいになった後、お互い自分の部屋に戻って LINE で。そう。ただこれね、最後にね、これ有野さんのコーナーだけど、僕もいろんな子見るじゃないですか、セッションとかね。ぶっちゃけ言うと人間の質としてはすごい難しいタイプです。私がですよね。いろんなことを言ったらもう閉じちゃうし、傷つきやすいしね、トラウマ作りやすいし、なんだろうな、普通のとこ育てたら曲がっちゃうと思います。それはね。だから逆に言うと、僕みたいに人を見切れる人のとこにあえて選んできたんだなっていうことは、2人で話してました。もう生まれる時から生年月日見て分かってるから、こういう子になるってことは分かってるので、いや、これやばいでしょ。もっと早く産んでみたいとか。ゴルフ行って。ゴルフって一生懸命こう、振ったりとかしても、出ないなとか言って、どうしようって言って。やってたもんね。やってたね。本当に。もう最後諦めたもんな。もうしょうがない。これは俺に試練だ。いわゆるセッションをするときに生年月日を見て、こういうタイプ一番苦手だよなって人なんですよ。でも今となってはやはり一番得意なことになったので、僕は世の中で苦手な人が一番得意な人になったんですよ。だから人間に対して苦手がなくなったっていうのはもう有野さんのおかげですよ。
まあ一番はやっぱり愛すればいいし、信じてもらえば疑わないしね。本当。多分僕らの中ではその親子っていうのは一生変わらないし、結婚しても子供産んでも宝石何か変わっていったとしてもおそらく変わらないだろうし、僕にとってはずっと子供ですよね。で、しょこさんにとっても可愛い娘だし、娘にとっても大切な両親ですよね。だけど僕らの場合、そういうことでベタベタくっつかないってね。確かにね、いい距離感を持ってるよね。そう。でもそこも気をつけたよね。あやねって放置してもダメだし、過干渉になってもダメだし、その本当にいい塩梅っていうのを。なんか過干渉になってほしいもんな。俺が娘だったら。だから足らなくないかなって心配になるぐらいだったよね。でもちょうど良かったんだろうね。そう、ちょうどいい感じかなあとね、これ最後にね、一緒に住んで、もちろん一緒に住むじゃないですか。住むとね、彼女ってやっぱりお部屋の荷物が多いから、一番広い部屋に住むんですよ。家の中で。そうですね。もうすごいですよ。今だから言いますよ。お風呂場もトイレも全部繋がってて、もうすごい部屋なんですよ。自分専用のトイレもついてるんですよ。そういうところにいるのに、リビングの俺のコンピューターを置いて、ここしかお父さんないけど、そこまで出てきて俺のコンピューターでいろいろやるんですよ。だから自分の部屋けど、もう全部リビングも全部自分の、俺の場所なかったですよ。ない。もう全部、なぜかお父さんのコンピューターでやる。一番最新の持ってるから。そこか。言えば買ったのに。でも買ってるは持て余すから。やらないんだよね。自分だとそう。いじりきれないし、お父さんがもう作り上げたものを使うのが楽だからみたいな。でも何も文句言ったことないですよ。はい、ないです。ずっとそれはもう高校時代も含めてずっと。だって裸で歩くんですよ。それこそ。だって自分の部屋だから。お風呂がね。俺はそのまま、あ、事故とか言って歩くけど。高校生とかで。皆さん。大変だったよ、僕も。今思えば。お疲れ様でした。本当ね。まあ、参考になったかね。ね、なんだかな、ちょっと特殊なケースすぎて、あれかもしれないけど。あやさん的には、じゃあ、この最後、私たちの意見を聞いた感想みたいなのありますか？いや、でも、本当に、ここ2人を選んで生まれてこれてよかったし、私で改めて多分2人を選んで生まれてきたんだろうなっていうのを思いますね。本当に。ありがとうございます。こんな子育てに200% 向き合ってる親っていうのは見たことないなと思うぐらい自分でもね思うので、そういうのの秘訣をちょっとでも皆さんにお裾分けできたらいいなと思って今回この企画を本当にぜひ登録してください。ただ見ちゃダメですね。よろしくお願いします。今後ともこの家族よろしくお願いいたします。